この動画は Yogurt Supremacy さんの提供でお送りしています。Yogurt Supremacy さん、ありがとうございます。ものすごい言いにくいね。実はこのオノマップファクトリーというポッドキャストはサポーターを募集していて、サポートしていただけるとこのように名前を最初に呼ばれます。ニックネームを文章にしても送れるので、例えば I like yogurt でも大丈夫です。あえて大々的には言ってないんですけど、ここのサポートのお金はすべて今作っている55ジェスチャーを寄付するお金になります。まだキックスターターも終わってないし、どこかに支援を実際にするのはだいぶ先の話になるんですけど、支援する先を慎重に選びたいと思っています。僕は本当にこの55ジェスチャーをみんなが使うようになって、日本人と日本語に興味ある人たちをつなぐものになればいいなっていうふうに思ってます。ただゲームを作るのにはやっぱりお金がかかって、印刷のお金もそうだし、カードをカードボックスに入れるのもそうだし、できたゲームを運ぶお金もそうだし、いろいろなところでお金がかかるんですよね。実はこのポッドキャストを始めた大きな理由の一つも、今回みたいに1回の支援で1つのゲームをどこかへ支援できる仕組みがあればいいなと思って始めました。ですのでこの1回は僕にとってとても大きなもので、Yogurt Supremacy さんは本当にありがとうございます。ぜひ支援してもいいという人はこの動画の説明欄にあるオノマップファクトリーのホームページからぜひサポートをしてみてください。さあ、動画の内容になるんですけど、だいたい3日前くらいにキックスターターの1週間のリアクション動画を撮りました。もうオノマップというチャンネルにはその動画が上がっていると思うんですけど、皆さん見ました？いや、あれ本当に何も知らないでリアクション撮った動画なんですけど、成功の仕方がドラマみたいで、わざと作ったように見えちゃいませんでした？いや、僕もすごいびっくりしたんですよ。まさかこの1週間でクラウドファンディングが成功するなんて思ってもなかったので、皆さん本当にありがとうございます。あの動画は結構長い動画だったと思うんですけど、ちゃんとしっかり思いは伝えないとなと思って動画はそのまま長くしました。その動画を撮った後、まずイタリア人の方がやっているジェラート屋さんに行ったんですよ。それで僕は普段はチョコミントとか少しすっきりしたもの食べるんですけど、その日はすごい甘いものが食べたくなったので、キャラメルのアイスを食べました。僕の友達は酸っぱいアイスを頼んでいたような気がします。すごくびっくりした時って多分エネルギーを使うんですよね。だから自然と甘いものが食べたくなったのかな。あとは温泉にも一緒に行って、温泉には露天風呂っていうのがあって、外に温泉があって、結構涼しい風を浴びながら温泉に入ることができます。そこでゲームのこととか、これまで大変だったこととか、たくさん話しましたね。僕すごく友達と温泉に行くのが好きで、温泉に行くとものすごく頭の中がすっきりしてクリアになって、今自分が感じていることとか、不安なこととか、いろいろなものが分かってくるんですよね。だから嬉しい時も逆に悲しい時も毎回温泉に行ってます。いろいろその日したんですけど、ずっと天井見たり結構ぼーっとしてましたね。やっぱりそれほど刺激が強かったんでしょうね。何か一つの動画でものすごくサポーターが増えたわけじゃないし、毎日少しずつサポーターがいて、結果的にゴールを達成したんですよね。でも毎日少しずつっていうのが僕は実はすごく嬉しくて、例えば一つの動画、一つのポストでいきなりサポーターが増えたら、それも嬉しいんですけど、どっちかっていうとたまたま運が良かったっていうだけだと思うんですよね。少しずつでもちゃんとサポーターがつくっていうのは、ちゃんと一人一人に思いを伝えることができて、サポートしてくれる人を集められたなという感覚があります。なのでものすごく自信がつきました。本当にありがとうございました。結構この55ジェスチャーについてコメントをもらうんですけど、その中でものすごく多かったのは、
そのゲームすごくやってみたい。だけど僕友達いないから友達ができたらやってみたいっていうコメントだったんですよね。でも僕が言いたいのは、このゲームは友達がいる人のためっていうよりは、むしろ友達がいない。だけど友達が作りたいっていう人のためのゲームです。なぜなら僕は本当に知らない人と初めて話すときとか、フリートークとかがものすごく苦手なんですよね。YouTube やってるからなかなか信じてもらえないんですけど、何か決まったテーマについて話すのはできるんですけど、例えばなんかいきなり言語交換イベントとか行っても、絶対に部屋の角で一人で飲み物持ちながら立ってる人になっちゃうんですよ。話しかけるのも怖いし、話しかけたところで最初に何言えばいいか全然わかんないんですよね。だってさ、はじめまして、ひときです。お名前は何ですか？あ、そうなんですね。ほら、会話終わっちゃったじゃん。終わっちゃったよ。あとはさ、好きなスポーツ何ですか？あ、テニスなんですね。へえ。終わっちゃったじゃん。会話が終わっちゃったじゃん。頑張って何か言おうとしても、僕はサッカーが好きなんですよ。で終わっちゃうじゃん。だからみんな、本当にどうやって会話してるの？そういうふうにね、僕みたいに、ものすごくフリートークが苦手で、知らない人と話すのがすごく苦手な人は、ぜひこの55ジェスチャーを使ってみてください。本当にこのゲームは僕のために生まれて、このゲーム作ってから割と毎日このゲームを持ち歩いてるんですけど、この前もたまたま、東京にある英語の言語交換カフェみたいなの行ったんですけど、ちょっと話すことがなさすぎて、気まずくなっちゃった時があったんですけど、そんな時に僕はカバンからこのゲーム取り出して、こういうゲームあるけどやってみるって聞いたんですよ。そしたら相手の集中する先が僕じゃなくてそのゲームになるので、なんかそうなると自然と会話ができるようになるんですよね。不思議なことに。それにジェスチャーをするゲームだから自然と笑顔にもなるし、そのゲームに書いてある質問も相手の性格とか考え方をよく知るような内容になってるので、いろいろな話がそこからしやすいんですよね。それで一緒に笑ってると、なんか自然と普通の会話もできるようになって友達になれたっていう経験をしたんですよ。これが一回だけじゃなくて割と毎回そう。僕の友達もこのプロトタイプ持ってるんですけど、やっぱり僕の友達もそうだし、僕の友達が会社で使ってみたら、そのゲームをみんなで遊んでからは急にみんな積極的にコミュニケーションを取るようになったんですよ。だから本当にコミュニケーションが苦手な人ほどぜひこのゲームをサポートすることを考えてみてください。8月10日まではこのキックスターターはやっていて、キックスターターで支援すれば必ずそのゲームを手に入れることはできます。でもその後どのくらいゲームが作られるかはこのキックスターターの支援の数次第なんですよね。なので、そこまで言うならちょっと使ってみたいなって興味がある人はぜひ今のうちにサポートしてみてください。それでは皆さんありがとうございました。